球の皆さんこんにちは、月くんと申します。今日は先日公開したもしウルトラシリーズに登場する防衛チームに就職するならという動画の平成編です。平成編も前編と後編の2本に分けて投稿しようと思います。軽めに各防衛チームの紹介をしていくので、皆さんもどこに就職したいかぜひ考えてみてください。昭和編での皆さんのコメントを参考に、今回から立地についても考慮していこうと思います。ちなみにウルトラマン USA のウルトラフォースとウルトラマンナイスのご家族隊は一般人の募集はしてなさそうなので、給料とかもなさそうなので今回は除外しました。まずはウルトラマングレートの防衛チームユーマ。ユーマは何といっても海外の防衛チームということで今までと違いますよね。仕事の内容は大体同じなんですけど、ドイツ語か英語が話せないと言葉が通じないので、そこが最低条件になりますね。ユーマは世界規模の組織で、メンバーにはノーベル賞クラスの天才がいたり、当然エリート集団なんですけど、もともと異常気象とか超常現象などの調査をするチームだったので、怪獣退治に特化していたわけではないということも注目したいですね。ただ装備設備はしっかりしています。人間関係なんですけど、チーム内ではおおむね良好で体調も優秀です。でもジャック・シンドが結構性格に癖があるのと、オーストラリア軍のアーミーというチームと対立していることで、いろいろとゴーデス細胞くらいめんどくさいです。立地的にはオーストラリアの島にあるので、通勤は割とめんどくさい可能性はありますけど、海の中とか空の上にあるよりかははるかにいいように感じます。次はウルトラマンパワードの防衛チームウィナー。ウィナーも海外のチームなので、英語が話せることが最低条件ですね。ユーマと違うところは、ハーフのケンイチ・カイがいてくれることで、かなり心強いですね。ウィナーも世界規模の組織で、当然エリート揃いで、しかも過去に日本でケムラーが出現したことがある地球での物語だったりするので、怪獣専用という感じではないにしろ、最初からある程度怪獣と戦うかもしれないということを想定していたというのも強みだと思います。人間関係は良好で、パワハラとかもなく仲もいいし、ジュリー・ヤング隊員が美人すぎると月くんの中で話題になっています。カリフォルニアのロサンゼルス郊外という好立地で通勤しやすくて、しかもメディカルルームや各隊員の部屋、実験室など設備も整っています。次はウルトラマンティガの防衛チームガッツ。ガッツは地球平和連合 TPC の極東支部に属するチームで、 TPC 自体は世界規模の組織なんですけど、ガッツは日本にしかありません。だから手探り感がややあるのと、1話でゴルザとメルバが出現した時に武装を解禁したので、他の昭和の防衛チームとかに比べると実戦不足感は否めません。でもティガの舞台であるネオフロンティアスペースの科学力が半端じゃないことに加えて、隊員一人一人の実力もえげつないので、チームとしての実力はむしろ優れていると思います。人間関係も非常に良好で、たまに隊員間で意見が割れて議論になることはあるんですけど、それはあくまで議論であって理不尽なパワハラとか喧嘩とかではないです。イルマ隊長の人望が非常に厚くて、チームの結束はガタノゾアの皮膚くらい硬いです。しかも TPC の沢井宗一郎総監も有能なので、そっち方面での心配はありません。休日はそこまで多いイメージはないですけど、仕事中にデートの約束しちゃってるくらいなので普通に取れそうですね。基地は海の上に浮いています。次はウルトラマンダイナの防衛チームスーパーガッツ。スーパーガッツはガッツでの経験の蓄積と科学のさらなる進歩によって進化した、戦闘面でいうとガッツの完全上位互換と言えるような防衛チームです。ウルトラシリーズの歴代でも屈指の戦闘力を持った防衛チームという圧倒的な強みがあります。しかも人間関係も良好で、熱い男響隊長を筆頭にネオジオムスの悪空間バリアくらい結束は固いです。たまにアスカがスタンドプレーに走ってしまうこと以外は。それに加えてチームが何十年も存続していたのが確定しているので、非常に安定しているというのも強みだと思います。ただそれだけ実力があるチームなので、入隊するのがまずめちゃめちゃ大変なのと、給料が安いとはっきりと作中で明言されてしまっているのが気になるところではあります。スーパーガッツの皆さんに松茸をご馳走したいですね。基地は山奥にこんな感じで立っていて、地上ではあるんですけど何とも言えない立地ですね。次はウルトラマンゼアスの防衛チームマイド。国際防衛軍の下部組織で、世界各国に基地があるだけでなく、なんと木星、土星、天王星にまで基地があるレディ・ベンゼン星人の態度くらいでかい組織です。
ゼアスの地球では国際的ないざこざがほぼなくなっているみたいで、そんな中あからさまに武装すると国民の反感を買ってしまうという理由でガソリンスタンド部ってしれーっと存在しています。情報収集をしたり分析したりするスーパーコンピューター緑とか、看板から浮き出るような出撃とか、科学力技術力は歴代でも上位なんじゃないかと思うほど優れているんですけど、戦績は悪いです。いまいち持ち前の科学力をうまく扱えていない感じですね。人間関係もめっちゃ悪いわけではないんですけど、正直いいようには見えません。ただガソリンスタンドなんで立地は良くて通勤のしやすさは半端じゃないと思います。次はウルトラマンガイアの防衛チームシグ。世界規模の防衛組織ガードのエキスパート集団がシグです。シグは他の防衛チームと違って秘密裏に結成されたチームで、根源的破滅将来隊と戦うためのエリートたちで構成されています。根源的破滅将来隊と戦うために結成されているのに加えて、陸海空の専用部隊に分かれているのが特徴で、レスキュー専用の部隊までいて、各ジャンルに特化したプロフェッショナルな活躍ができます。アルケミースターズというバグレベルの天才集団を筆頭に優れた科学力を持っているんですけど、逆にちょくちょくそれを敵に利用されたりもしていました。人間関係については他のチームと違って人数も多くて、各ジャンルに特化した職人集団という感じなので、仲がいいとか悪いとかでは言い表せないような緊張感が常に漂い散らかしています。立地は空の上なのでめちゃめちゃ不便だと思います。前半最後はウルトラマンネオスの防衛チームハート。国際防衛機構 DJ の中でも優れたメンバーで編成されたチームがハートで、一応世界に何か所か支部があるらしいんですけど、本部は日本です。ネオスの1話の時点で日本で怪獣が出たことはなかったようなので、多分チームの誰も怪獣と戦ったことはないはずなので、経験値は豊富とは言えないです。でもダークマターの影響で1メートル以上のゴキブリが出たりとか、ある意味怪獣よりも怖い様々なアンバランス現象が起き散らかしていたこともあって、準備はちゃんとできていたし、戦力も十分なのでチームとしてはバリバリに戦うことができます。チーム内の人間関係に大きな問題はないんですけど、内閣情報局の無能なおじさんが偉そうにしてくるというザム星人との関係性がこじれた時レベルのめんどくさいことがたまに起こります。立地は普通に陸にあるので安心です。はい、という感じで平成編の前編でした。数が増えたので1チームごとの紹介が本当にさらっとしたものになっているんですけど、どこに就職してみたいかぜひ考えてみてください。残りのチームを紹介した平成編の後編は近いうちに頑張って公開したいと思いますので、そちらもぜひ見ていただけたらと思います。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。